こんにちは、とうこママです。この日は子供の習い事。お迎えに行って帰ってきたらすでに時刻は6時半。疲れてご飯作りたくないなという日もありますよね。でもお腹を空かせた子供たちが待っているので、そういうわけにもいかず。今日は食べ応え抜群でささっと作れる晩ご飯を作ります。子供たちが大好きな豚丼となめこの味噌汁、今が季節の菜の花の和え物など全部で4品です。どどんと大きな豚の塊肉、そして今が季節の菜の花を買ってきました。菜の花は少し大人の味、食べてくれない子もいるとは思いますが、旬の食材もなるべく食卓に取り入れるようにしています。塩を入れたお湯でまずは茎の部分だけ1分ほど湯がきます。続けてつぼみの部分を入れてさっと箸で混ぜ30秒ほど湯がきます。ポイントは食感を残すために茹ですぎないこと。ほのかな苦みが特徴の菜の花。水にさらすことで苦みを減らすことができます。ですが水にさらしすぎると栄養素も出ていってしまうので注意。菜の花の美味しい食べ方といえばからしあえでしょうか。今日は子どもたちでも食べやすいようにマヨネーズであえるからしあえを作ります。マヨネーズに和がらし、醤油を少し、白すりごまをたっぷりと加えます。菜の花のほのかな苦みとからしの相性は抜群。子供の時は苦手だった菜の花も大人になると美味しく感じられます。菜の花はビタミン C、葉酸、カルシウムなど栄養がたっぷり。今の季節に食べたい菜の花のからしマヨあえの完成です。最強やん。一番ポケモンカード使ってない。ポケモンじゃないけど。ポケモンカード作ってる。だけどお値下げ品のしいたけを100円でゲットしました。お値下げ品ですが状態はとても良好。とっても簡単、しいたけのチーズ焼きを作ります。実は我が子たちみんなしいたけが嫌いでした。でもこのしいたけのチーズ焼きを作ってからはみんながしいたけを食べられるようになりました。このチーズ焼き簡単なのに美味しすぎていつも取り合い。しいたけの傘に醤油をちょろっと、とろけるチーズをしいたけの上にたっぷりとのせるだけ。しいたけは肉厚のものを使うとプリッとした食感が美味しいです。トースターで約5、6分。とろけたチーズとしいたけが美味しい簡単なおかずです。この中ねーねが入る。もうご飯の前だからお腹いっぱいになっちゃうかな。なめこの味噌汁の出汁は昆布。引き上げておきます。なめこには水溶性の食物繊維が多く含まれており、体に優しい食材。
独特のぬめり、これが美味しさの秘密です。なめこはよく洗ってから味噌汁に入れます。見て。あ、でっかいお肉買っちゃった。そうそう、業務スーパーで買ってきたの。豚肩ロース肉。何キロこれ？2キロだね。今日はこの大きな豚肩ロース肉を使って豚丼を作ります。普通のスーパーにはこのぐらいの塊肉はあまり売っていないので、業務スーパーで買ってきました。豚肩ロース肉は赤身と脂身のバランスが良く、焼いて調理するだけで柔らかくてジューシーな部位。好きな厚さにカットできるのも塊肉の良さ。食べ応えバッチリの豚丼になりそうです。このままでは少し大きいので、さらにカット。包丁の裏で叩いて柔らかくします。塩、コショウで下味をつけておきます。なんだか子供たちが騒がしくなってきました。喧嘩でもしたのでしょうか。急いで晩ご飯の準備を進めます。お肉を焼く横でもう一品、厚揚げ豆腐のもやしあんかけを作ります。近頃の物価高でも厚揚げ豆腐ともやしはお手頃価格。家計お助けメニューです。娘がお肉を焼くお手伝いに来てくれました。たっぷりのお肉。少し時間はかかりますが、両面しっかりと焼いていきます。厚揚げ豆腐にはとろっと、そしてもちっとした食感を出したいので、片栗粉をまぶします。隣のフライパンで厚揚げ豆腐を焼いていきます。焼けたお肉はバットに移してどんどん焼いていきましょう。右のフライパンでは豚丼、左のフライパンでは厚揚げのもやしあんかけ。足元には末っ子。なかなか忙しい夕方です。
厚揚げ豆腐は周りをカリッと焼くと美味しいです。お肉は全部で約 900g。これだけ焼いてもペロリと食べてしまいます。すごい量だね。厚揚げ豆腐もカリッと焼けたので一度取り出します。一回取っちゃうね。ここでもやし炒めるから。もやし、カリカリに焼けたわ。カリカリ食べたいな。豚丼のタレ。まずは砂糖に少量の水。厚揚げ豆腐のあんかけには刻んだ生姜を入れてじっくりと香りを出します。甘辛いタレで絡めた豚丼をご飯にのせて作る豚丼。香ばしさを出すために砂糖と水でカラメルを作ります。この熱々のカラメルに加えるのは醤油、酒、みりん。いいカラメル色になってきました。フライパンが熱くなっているので気をつけて。ここにすりおろしにんにくを少し。食欲をそそる香り。お腹が空いてきました。焼いた豚肉を戻して甘辛だれを絡めます。厚揚げ豆腐のもやしあんかけも仕上げてしまいましょう。生姜の香りがしてきたらもやしを加えます。この物価高でもお手頃なもやしは家計の味方。我が子たちはみんなもやしが大好きです。あんかけの調味料を混ぜ合わせておきます。水に片栗粉、みりん、酒、オイスターソースに醤油、鶏ガラスープを入れて味に深みを持たせます。炒めたもやしに加えてとろみが出るまで煮詰めます。今日はもやしだけですが、豚ひき肉を入れてそぼろあんにしても美味しいです。ここにこんがりと焼いた厚揚げ豆腐を戻してあんを絡めます。こういうホッとするおかずが美味しいんです。早く食べたい。ねえ、早く食べたいね。一緒一緒、あんかけ。元気になった？ふーちゃん。よかったよかった。菜の花のからしマヨ和えも盛り付けます。春を感じる一品です。さて、豚丼を盛り付けていきましょう。鍋炊きご飯も炊き上がりました。忙しい夕方は親子丼や牛丼などご飯の上にのせるだけの丼物をよく作っています。
豚丼も焼いてタレを絡めるだけなのでとっても簡単。お肉を乗せる前に焼き海苔を。海苔の香ばしさが甘辛だれの豚肉の美味しさをさらに引き出してくれます。豚肩ロース肉を使ったので柔らかでジューシーな肉厚の豚肉、たっぷりと乗せていきましょう。どの丼がお肉が多いかで喧嘩になりそうな予感。子供それぞれの食べる量に合わせて盛り付けてあげたいところですが、人気メニューは喧嘩にならないようになるべく均等に盛り付けます。甘辛いタレをたっぷりかけたら白ごま、刻んだ大葉をのせます。薬味は豚丼をさらに引き立ててくれます。夕方6時半からの晩ご飯作り。子供がいる中でのご飯作りは思うように進まないこともたくさん。季節の野菜も取り入れながら食欲いっぱいの子供たちが満足できる晩ご飯4品を作りました。さあみんなで晩ご飯にしましょう。いただきます。今日は豚丼だよ。この菜の花。菜の花。黄色い花の食べてみて菜の花。うまっ。菜の花どう？美味しい。大人の味でしょ。ちょっと辛くて。辛いのが美味しい。辛っちゃうかな。菜の花。ここだよ。はいはい。ちょっと待って。もやし大量。はいはいはい取り出してみんなだ。あ、なめこのお味噌汁うまい。なめこの味噌汁美味しい？いただきます。なんか食感とか味が美味しい。もうちょっとこれ。あ、美味しいね。お母さん好きだよ菜の花。これ美味しい。美味しいね。みーちゃんどうですか？いっぱい手伝ってくれたもんね。豚丼はどうかな。立派な豚肉がドーンと。おいしい。うますぎ。最後までご視聴ありがとうございました。楽しく家庭料理が学べる料理コミュニティひらり家のキッチンサロンを開講中。詳しくは概要欄をチェックしてね。